今よりも一歩幸せに。どうも、釣りって学べるです。今年の冬は一段と寒暖差が激しいようですが、ようやくヒラメが深場から戻ってくる季節になってきましたね。春ヒラメという言葉が存在するくらいなので、釣りやすいと思っている方も多いと思います。ですが、ある部分をしっかりと意識しないと釣れないのはご存知ですか？これまですっかり気温も暖かいのに全くヒラメが釣れないという経験をされたことがある方も多いはずです。この動画では早春の海の特徴を知ることで確実な1枚を釣る方法を解説していますので、最後までご覧ください。ということで本日の結論です。春濁りに注意。これから春ヒラメを解説するにあたり、冬ヒラメをおさらいしながら一緒に勉強していきましょう。それでは本日の目次です。冬ヒラメのおさらい。早春ヒラメの特徴。早春の餌。早春ヒラメを狙うポイント。早春ヒラメの釣り方。動画の最後には特典パートとして養殖ヒラメについて少しだけお話ししますので、最後までご覧ください。冬ヒラメのおさらい。それでは春ヒラメの前に冬ヒラメからおさらいしていきましょう。まず冬ヒラメは1月、2月の産卵前の栄養をしっかり蓄えたヒラメのことで、一般的に寒ヒラメと言われたりします。ヒラメの適水温は12度から25度と言われており、18度前後で安定する春と秋がベストシーズンです。そのため海水温が下がる冬は深場に落ちるとされていますが、水温よりも何が大事だとお話ししたか覚えていますか？それはベイトの有無が大事だということでしたね。こちらは冬ヒラメで詳しく解説していますので、ぜひご覧になって復習してみてください。早春ヒラメの特徴。では、早春のヒラメにはどのような特徴があるのでしょうか？まず3月のヒラメというと、ちょうど産卵が始まる時期です。ヒラメの産卵は一般的に水深30メートル前後の場所で行われるとされています。そのため産卵前に餌を求めて接岸する個体が多くなる時期です。ただし接岸してくるといっても群れで接岸するわけではないので、ポイントを見つけることが難しい時期でもあります。そして地上の気温とは裏腹に海水温は上がりきらずに、まだまだ冬の状態に近いです。ですから海水温がわかるアプリや気象庁のホームページで海水温をこまめにチェックするのはもちろんですが、ご自身でも実際に水温を測ることをお勧めします。ここで一つポイントは、例えば海水温が15度を超えたから釣りに行こうではダメです。どういうことかというと、1日だけ超えた状態ではなく、15度を超えた日が3日続いたら、それは水温が安定してきたと言っていいと思います。そこで初めて15度を超えたから釣りに行こうと言えるということです。流行る気持ちはわかりますが、坊主を食らわないためにも一呼吸置いてから釣りに行きましょう。早春の餌。さて、今海水温の話をしたばかりですが、冬ヒラメでは水温よりもベイトの有無が重要だと説明しました。これは早春のヒラメについても同じことが言えます。では、早春のヒラメのベイトは何になるのでしょうか？早春の主なベイトはシーバスなどとそれほど大きく変わりません。稚鮎、ハク、シラスなどです。そしてこれらの餌に共通していることは、ベイトサイズが小さいということが言えます。もちろんイワシなどのベイトを食べている個体もいますが、マイクロベイトを変色している個体が多数いることは間違いありません。つまり確実な1枚を釣るならば、これらマイクロベイトが集まる場所を狙うことが重要となってきます。早春ヒラメを狙うポイント。では、マイクロベイトはどのようなポイントに集まるのでしょうか？まず一つは、もはや王道と言ってもいいかもしれませんが、河口周りです。河川からの水が流入してくる河口付近は、ベイトの餌となるプランクトンが発生しやすい場所になります。そのため、稚鮎やハクが集まりやすい場所となっているので、
必然的にヒラメも集まりやすくなるということですね。次に狙うポイントは湾道になっている場所です。まだ海水温が低いこの季節は、潮の流れの影響を受けにくい湾道は比較的水温が安定していると言えます。つまりマイクロベイトのような遊泳力が弱い魚が集まりやすい場所になっているので、それを餌にするヒラメなどが集まりやすい場所になるわけです。しかし、ここで一つ注意点があります。それは春の濁り潮です。この春の濁り潮を簡単に解説すると、まず冬場に海水温が低下することで、上層と下層の海水の温度差が少なくなり、循環が始まります。すると、下層に溜まっていた栄養豊富な海水が上層に移動する形になるわけですが、そこに春の日差しが降り注ぐことで、一気に植物プランクトンが増殖します。さらに、この時期、中国から飛来する黄砂もプランクトンの栄養の一部になっているそうです。こうして海中の植物プランクトンが増殖すると、海水が濁っているように見えてしまうということになります。そして植物プランクトンが増えるということは、海中の酸素が減るということなので、魚の活性が下がる一因となっているわけです。バス釣りをやる人たちがよく言っているターンオーバーは、春濁りの池バージョンだと思ってください。この春濁りは釣り人にとっては非常に厄介な現象ですが、食物連鎖の大切な礎ですから、うまく付き合っていくしかありません。もちろん海全体が一律にそのようになるわけではなくて、春濁りの影響が少ない場所も存在するので、潮の流れなどを確認してポイントを選んでみてはいかがでしょうか。早春ヒラメの釣り方。それでは早春のヒラメはどのように釣ればいいのでしょうか。ここでも重要なことは、海水温がまだ低いということと、マイクロベイトを捕食しているという点です。ですから、ハイシーズンのように速いテンポで攻めてはいけません。いけませんということはありませんが、それだと圧倒的に食いが悪くなってしまいます。ですから、基本的にヒラメの動きはまだ鈍いと仮定して、なるべくボトム付近をリトリーブしてみたり、スロージギングでジグを目の前に落としてあげるようなイメージで攻めてみてください。つまり横だけではなく縦の動きも意識してみましょうということです。ここでおすすめとなるルアーはマイクロベイトを意識した小型のジグになります。ジグであればスローに攻めることもできるし、遠投して広範囲を探ることもできます。ただ、ジグに全く反応しないことも十分あり得るので、フォロー用にジグヘッドワームを用意しておくことがおすすめです。今回のまとめです。早春のヒラメは産卵を前に積極的に餌を捕食する時期とは言っても、海水温が低いことも多いため、簡単に釣れるとは言えません。さらに、春濁りが始まる季節でもあるので、海がそのような状況になってしまえば、より一層釣ることが困難となってしまいます。ですが、ルアーの誘い方で縦の動きを意識してみたり、濁りの影響が少ないポイントを探すことで、コンディションのいいヒラメに出会うことができるはずです。ただ、ヒラメの特徴でもお伝えした通り、早春のヒラメは産卵の時期でもあります。そして、釣りマナではこれまで何度もお願いしていますが、これからも釣りを楽しむために、環境を保護するためにも、特に抱卵個体を必要以上に釣ることは避けるようにしましょう。それでは得点パートです。ヒラメは主に大分県、愛媛県、鹿児島県で養殖され、この3県だけで全体の6割を超えます。そしてよく天然と養殖の見分け方として、腹が黒いものは養殖だと言われますよね。ですが、今は養殖でも飼育する水槽の底に砂を敷くことで腹が白いヒラメが出荷されているそうです。さらにメスの方が生育が早く、出荷までの餌代がオスより少ないということから、メスの養殖が進められているということでした。いずれ食卓に並ぶヒラメは全てメスなんて時代が来るかもしれませんね。今回の授業は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。